おはようございます。本日5日目で天気は晴れです。本日は神原宿をスタートし、由比宿、興津宿、江尻宿、府中宿を経由して丸子宿でゴールとする予定です。宿泊したホテルから昨日のゴール地点とした神原宿まで電車で移動します。とても良い天気で富士山がこんなにも美しく見えています。吉原本町駅から岳南電車に乗り JR 吉原駅に向かう電車の中からこのような素敵な景色を見ることができます。東海道本線に乗り換えても富士山はまだまだ見ることができます。この鉄橋は昨日渡った富士川を渡っています。昨日は雲で見えませんでしたが、富士山はあのような位置に見えていたのですね。新神原駅ももうすぐです。神原宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約147キロ離れた15番目の宿場町となります。江戸に向かう旅人たちが富士川の川止めの際に宿泊するため、宿場は大変にぎわったと伝えられています。歌川広重の東海道53次神原宿は雪景色で描かれていますが、実際のこの地域は東海地方でも比較的降雪の少ない場所となります。現在の神原宿にはところどころに趣ある家屋が残されており、風情ある街並みを今に伝えています。新神原駅から旧東海道に戻ると、白くひし形の模様のような壁の建物が視界に入ってきます。この家は元は様屋という商家だったそうです。町屋によく見られる塗り絵作りで、壁は塗り壁になっています。塗り絵作りは土蔵作りより壁が薄いものの防火性が高く、昔は贅沢な建築とされました。もともとは城郭建築の技術が元で、江戸時代末期から一般に広まりました。生子壁の白黒の対比や黒塗りの壁、整った屋根の並びによって重厚で趣のある外観を形作っています。そしてこちらは吉田家で和菓子を作る商家だったとのことです。建物の中を開放し展示しています。柱がないので広々としています。ここの建物は江戸時代泉屋という上旗子として営業していました。建物は天保年間1830年から1844年に建てられ、安政の大地震にも倒壊せず残ったそうです。当時は一つの建物でしたが、現在は正面から見て左側が鈴木家、右側がお休み処としてそれぞれ別の建物に分けられています。お休み処では当時の建物構造を見学することができます。この日は朝早かったため店舗は閉まっていました。道を挟んだ反対側には神原宿の西本陣跡があります。神原宿には本陣が1軒、脇本陣が3軒設けられていました。この黒塗りの板塀に囲まれた立派な門構えは平岡本陣跡で、現在は個人宅となっています。本陣から200メートル程度進んだ先には幕府の法令や禁令を掲げる考察場が設置されていました。そして道の反対側には御殿道跡の案内板が立っています。この辺りには徳川家康が建てた神原御殿があったそうです。そしてこの左側にある建物は蔀戸のある志田邸となります。かつて味噌や醤油の醸造を営んでいた商家で、安政の大地震の直の地に再建された建物です。建物には神社仏閣や古民家に見られる蔀戸と呼ばれる伝統的な建具が残されています。蔀戸とは上下2枚の格子戸で上部は投げしに吊るし、下部は柱間に差し込む構造です。昼間は上げて最高や目隠しに、夜間は下ろして戸締まりの役割を果たしました。志田邸は国の登録有形文化財に指定されています。現在は東海道町民生活歴史館として一般公開されています。神原宿は当時の面影を残す建物が多いように見えます。歴史を感じたり触れたりすることもできそうで、歩いていて楽しいです。旧東海道は県道に合流します。この合流地点に錦戸跡があります。ここが神原宿の上方側の出入り口となります。神原宿は東海道の交通の要所として旅人を支え、今もなお当時の面影を色濃く残す宿場町となっています。前方に見える歩道橋に道路標識があります。静岡まで27キロ、由比まであと3キロとなっています。由比までもうすぐです。東名高速道路の高架をくぐると神沢交差点が見えます。この交差点を左方向に進むと由比宿方面となります。
前方の道はなんだか少し歪んだような形をしているように見えます。ここは由比宿の東増形跡となるみたいです。説明板がありますが汚れています。江戸川の出入り口がこの場所にありました。敵が一気に攻め込んでくるのを防ぐため道は増形に曲がり木戸も設けられていました。考察場もこの付近に設置されていたみたいです。由比宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約151キロ離れた16番目の宿場町となります。宿場の全長はおよそ600メートルと小規模で、近隣の村からの支援によって運営されていた宿場でした。町並みには雨や日差しを防ぐ世界造りと呼ばれる格式ある伝統建築が今も残されています。由比の出入り口のすぐ近くに五七里役所跡があります。これは紀州徳川家が重要書類を伝えるため約7里約 28km ごとに設置した飛脚継ぎ立て所となります。江戸から和歌山の約146里約 584km との間に23カ所の役所を置き、選抜された武士2名が配置されていました。特急便であれば4日足らずで和歌山まで届いたそうです。距離が半端じゃないです。由比宿には本陣が1軒、脇本陣が1軒ありました。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い旅人のために設けられた特別な宿泊施設です。由比本陣は街道に面せず石垣と木塀で囲まれた独特の構えでした。敷地はおよそ1300坪、内部には物見塔や本陣井戸が残っています。現在その跡地には由比本陣記念館が建てられており、江戸時代の旅文化や由比宿の歴史を学ぶことができます。建物は伝統的な和風建築で整えられており、黒塗りの塀や瓦屋根が往時の雰囲気を感じさせてくれます。この由比本陣記念館は復元された建物となります。本陣の門を出た右手の石垣には水路が沿っていて、馬のための水飲み場となっていました。本陣跡をはじめ当時の面影を感じさせる建物が街道の雰囲気とともに現在も残されています。本陣のほぼ隣には家宿問屋バートがあります。現在は和菓子屋さんになっています。この場所には宿場の物流を担う問屋場が設けられていました。問屋場は幕府の書状や荷物を次の宿場まで届ける飛脚業務、幕府の公用旅行者や参勤交代の大名の馬や人足の世話、旅人の宿泊、荷物の運搬手配など宿場の中枢でした。ここの場所は由比川に架かる由比川橋のところにいます。由比宿の西増形跡となり、由比宿の京型の出入り口となります。京型の出入り口にも増形が設けられており、防備が固められていました。現在の由比橋は歩道部分がウッドデッキみたいなデザインの作りになっています。そして橋の途中にはベンチが設置されています。世界造りと下り下魚は由比橋で多く見られる建物です。世界造りは軒先を長く出した屋根を支えるために平の木下体腕木をつけたし出し下駄とし、垂木を置いたものとなります。下り下魚とは平の木下駄の両端が風雨による腐食を防ぐための仕組みで、運搬型の板に若葉花鳥などを彫り込み装飾も兼ねています。由比は本陣記念館や当時の面影を残す建物など歩いていても退屈しないです。この先には景色の良い去った峠もありますし、そして由比といえば桜エビです。近年の冷凍技術の進歩により1年を通して新鮮な桜エビを味わえるようになりました。漁期は春と秋だそうです。由比駅まで来ました。もう少しで去った峠に入るのかと思いきや、入り口までにはまだまだ距離がありました。由比駅を過ぎてから少しすると歩道橋を渡ります。渡った先の道幅は細くなり、旧東海道らしい道幅となります。去った峠の入り口までは由比駅からおよそ2キロありました。駅のところから入り口まで数百メートル程度かとなぜか勘違いしていました。目の前が開け、山が見えてきます。峠が始まるのかと思いきやまだのようです。旧東海道はあの山の左側を海に沿って迂回するように道が伸びています。海を横目にし、歩いていると無料休憩所が見えてきます。この休憩所では目の前は青空と海、そして東海道本線、国道1号、東名高速、さらに来た道を振り返ると富士山と桜が咲いています。素敵な景色です。ようやく峠の入り口がある愛の宿に入りました。去った峠の登り口にあたる愛の宿はかつては10軒ほどの茶屋が並んでいたといいます。
峠入り口のすぐ手前には明治天皇がご休憩されたという脇本陣跡があります。さあ、ようやく峠道に差し掛かります。そして入り口に一里塚があります。西倉沢の一里塚で日本橋から40里目となる一里塚になります。ここまで来るとやっと着いたという気分になります。しかしここから峠まではさらに 1.3 キロひたすら上りが続くのですが、春休みの土曜日だったこともあり、ロードバイクやバイク、車の通行も多く見られました。天気に恵まれたこの日は登るたびに美しい景色が広がり、徒歩旅の醍醐味を実感できました。徒歩の良い点は好きな場所で立ち止まって景色を堪能できることかと思います。まあ上り坂に疲れて立ち止まってしまうってのが本当のところなのですが、でもこれだけ天気が良いと上り坂がかなり辛くてもこの景色が最高で足を進めたくなります。車の場合は停車するスペースが必要ですし、バイクは坂道での停車は厳しいですし、しかもこの道は狭いです。峠道の両脇にはみかん畑があります。この急斜面のみかん畑を一本のレールが縫うように敷かれています。みかんの運搬で活躍するモノレールです。稼働しているところを見るために収穫時期にも来てみたくなります。峠まであと少しです。由比宿と興津宿の間にある幸田峠は富士山、駿河湾、鉄道、高速道路を一望できる絶景スポットです。歌川広重の浮世絵にも描かれており、今もその風景を実際に見ることができます。江戸時代この峠は親知らず子知らずとも呼ばれる難所でした。その由来には様々な説がありますが、断崖絶壁の危険な道を命がけで通ったことを物語っています。2022年6月、展望台付近で土砂崩れが発生し一時通行止めとなりましたが、復旧工事が完了し2025年1月24日より再び通行可能となりました。幸田峠展望台からの眺めはまさに絶景で、ここまでの苦労が報われる瞬間です。疲れも一瞬ですが吹き飛びます。それにしても今日は天気も良く、晴れて富士山もはっきりと見えています。今見えているこの景色はぼんやりと眺めていられます。幸田峠の駐車場から興津川の歩道は細く舗装されていない道となります。そして一部の場所はこのように道幅が狭く、横は急な斜面となっています。晴れた日はこの峠道はどこを歩いていても景色が良くて気持ちのいいハイキングコースです。幸田峠を越え興津宿へ向かう道は未舗装の急な下り坂です。狭い階段状の歩道ですが、舗装路までは5分程度とすぐ降りることができます。降りてくるとお墓のようなものが見えてきます。どうやら墓地の横に旧東海道が通っているようです。そしてここは当時興津川を渡るための川越跡です。当時旅人は両岸の川会所でご視察を購入し、年代や手足の肩に乗って川を渡っていました。水量によりご視察の価格は変動したようです。由比宿と幸田峠の道中は絶景と歴史が融合したまさに東海道随一のハイライトでした。次は興津宿となります。今日から江戸へ向かう旅人にとっては幸田峠越えを前にここ興津宿で旅装を整えることが一般的でした。江戸時代には富士川の川越や幸田峠といった難所を控え、さらに身延山へ向かう街道が分岐する交通の要所でもあったことから大いに栄えました。また興津川流域では和紙の生産が盛んで、江戸時代中から後期には和紙の集産地としても知られていました。さらに興津はあんこ作り発祥の地としても伝えられています。1900年、明治33年、地元出身の北川雄作が機械による製あん技術を確立し、現代の和菓子産業の礎を築いたと言われています。興津宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約160キロ離れた17番目の宿場町となります。前方に石碑のようなものが立っています。東本陣跡がここにあります。興津宿には本陣が2軒、脇本陣も2軒あったとされています。本陣跡のすぐ近くに宮様まんじゅう本舗塩屋さんがあります。明治30年創業の老舗和菓子店みたいです。あんがぎっしり詰まった一口サイズの宮様まんじゅうが看板商品です。今回は
いちご大福と味噌まんじゅうの2種類を購入しました。今夜のホテルで味わうのが楽しみです。まんじゅう屋さんから10分ほど歩いてきたところにお寺があります。清見寺です。このお寺は約1300年前の白鳳年間7世紀後半天武天皇の時代に東北の蝦夷に備えるため清見ヶ関が設置されました。その関所の守りとして建てられた仏像が現在の清見寺の起源と伝えられています。この清見寺は徳川家康にもゆかりのある名刹です。また山門と総門の間を東海道本線が横切るという非常に珍しい光景を見ることができます。これは1889年明治22年誘致運動の末に開業した興津駅の敷地が清見寺の境内を通ることになったためです。景観が損なわれたことに対し保証金が支払われましたが、当時の住職はこれを献納したと伝えられています。興津宿は東海道の要衝として旅人の足を支え、和紙や和菓子の文化も育んだ風情ある宿場でした。次は江尻宿となります。この交差点に江戸川の出入り口となる江尻宿東木戸跡があるはずだったのですが、石碑などの目印は見つけられませんでした。ここから江尻宿に入ります。この交差点から目と鼻の先に丸亀うどんがありました。朝から何も食べていませんでしたので、今日はこの丸亀うどんで食事することにしました。かけ大とかき揚げをいただきました。短時間で食べることができるのは便利です。江尻宿は現在の静岡県静岡市清水区に位置し、日本橋から約165キロ離れた18番目の宿場町となります。駿河湾に注ぐ巴川の河口付近に発展した宿場で、戦国時代には武田氏によって江尻城が築かれ城下町として栄え始めました。清水港にも近く、江戸時代には江戸への物資集積地として大変にぎわいを見せていたといいます。また幕末の侠客として知られる清水野次郎長ゆかりの地でもあります。江尻宿には本陣が2軒、脇本陣が3軒あったと伝えられています。現在この周辺は商店街の雰囲気がありますが、歩いているとこの風景に何か違和感を感じました。空が妙に開けてるように感じるのです。よく見ると電柱と電線がないのですね。電線が地中に埋設されており、上空の視界がすっきりとしていました。電線があるとないとでは目に映る街の景色は全然違ってきますね。目の前の空間が広く感じます。ここの魚町交差点を左に進むと橋が見えてきます。稚児橋です。巴川を渡った場所に船考察跡がある予定だったのですが、見つけられませんでした。船考察の立て札があった場所は今はマンションが建っています。河川交通の重要な場所であった稚児橋付近に船考察が建てられていました。暴風などの時には助け舟を出して難破させないようにすることや、船が破損している時は近くの人たちは力を合わせ荷を引き上げること、協力した人に褒美をすることのように水難救出救助についてのお触れが書かれていたそうです。江尻宿は海と街道が交わる場所として人と物の流れを支え、現代にもその歴史の余韻が残る宿場町です。次は府中宿となります。前方の歩道橋の下に何やら石碑のようなものがあります。府中宿東見附と書いてあります。ここは府中宿の江戸川の出入り口だった場所となります。府中宿は現在の静岡県静岡市葵区に位置し、日本橋から約175キロ離れた19番目の宿場町となります。徳川家康のお膝元として知られるこの地は、家康が征夷大将軍就任からわずか2年で将軍職を嫡男秀忠に譲った後、さらに2年を経て駿府城へ移り住みました。その後亡くなるまでの10年間、大井御所として実権を振るいます。府中は江戸同様の首都となった後、最大規模の宿場へと成長をしました。新静岡駅付近まで来ると突然人の流れが増してきたように感じました。この日はちょうど静岡祭りが開催されており、街は多くの人で賑わっていました。私が通った時間帯には音楽パレードが行われており、華やかな雰囲気が漂っていました。このパレードをする距離は長いと思うのですが、演奏されている方々は楽器を自分で持った状態で演奏しているのですよね。ドラムとか重そうですし、何より歩きながら演奏するのって大変な気がします。日頃の練習も大変そうです。静岡伊勢丹の一角に復元された考察場が設置されています。幕府の法令や禁令を掲げていた考察場が復元されています。昔も今も多くの人が行き交う通りとなっています。
今日はお祭りなのでさらに多くの人が行き交っています。安倍川の近くにお餅屋さんがあります。関部屋は文化元年1804年創業の老舗で、静岡名物安倍川餅を昔ながらの製法で作り続けています。安倍川餅は徳川家康が名付けたとされ、きな粉と砂糖をまぶした餅やこしあんで包んだもの、わさび醤油で食べる辛み餅などがあり、店内でつきたての柔らかい餅を味わえます。休日には遠方からの観光客で行列ができることもあり、人気の土産品としても親しまれているそうです。目の前には虎栖峡の安倍川橋が見えてきました。江戸時代、架橋が禁じられていた川で旅人は川越人足に背負われて川を渡っていました。渡し賃は川の深さに応じて6段階に分けられていました。明治7年には地元の実業家宮崎宗吾氏が私費で木橋安水橋を架け、後に県が整備を引き継ぎ、大正12年に東海道に橋が完成します。その橋が現在の安倍川橋の前身であり、現在の橋は3代目となります。橋長491メートルで1923年大正12年に竣工し、2023年で100年を迎えています。国の登録有形文化財に指定され、戦勝土木遺産にも認定されており、美しいトラス構造が特徴です。橋を渡ると真理子宿までももうすぐの距離です。目の前に道路標識が見えます。浜松まで74キロ、藤枝まで17キロ。74キロ先の浜松はあさってには通過していたいですね。国道1号線に合流し、目の前の歩道橋につけられている道路標識には、この先マリコは左と案内が出ています。信号の見える里交差点を国道1号線から左の方へ進んでいきます。そしてしばらく歩くとマリコ交差点に突き当たります。右手に交番があり、この交番の裏にマリコ宿と書かれた案内がありました。マリコ宿の入り口である見附はもう少し先なのですが、本日はここまでとします。予約したホテルに向かうことにします。東静岡駅までバスと電車を利用して戻ります。明日はまたここから再開します。本日は東静岡駅の静岡ホテルと紀の住処に宿泊します。ホテルの近くにある天神屋さんで夕食を購入しました。静岡おでんがあったので購入しました。ちょっと買いすぎた感じがします。そして食後には大津で購入したおまんじゅうと関部屋さんの安倍川餅をいただきました。さすがに食べ過ぎました。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。